どうも日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい、今日もねゲストの木村さんといろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックは、ぶつかりおじさんです。まあ、はいはいはい。今、ネットで話題になってる動画があって、で、どんなうん。動画かというと、観光客の人が、子供と一緒に歩いてて、で、渋うんうん。谷のスクランブル交差点を歩いてたんだよね。で、そうん。したら、前から女の人が歩いてきて、で、その人にぶつかって子供が転んじゃうっていう動画なんだけど、うんうん。動画を見る限り、なんかわざとこの子供にぶつかりに行ってるんじゃないかっていうことで、今すごい話題になってるんだけど、うん。今日はちょっとその動画を見て思うことがあったので、いろいろ二人で話していきたいと思います。はい。まずさ、でもさ、うん、このぶつかった人は女の人なんだよね。ぶつかるおじさんっていうトピックを話するけど、うん。その今、あの、動画がこう炎上してるやつは女の人だった。そうそう。だからぶつかりおじさんじゃなくて、ぶつかりおばさんもいるってことだね。あ、なるほどね。うん。はいはい。で、結構まあ有名な言葉で使われてるのはぶつかりおじさんだけど、確かにね、おばさんでもいるんだなって動画をちょっと見て思ったね。うん。そうね。ちなみに、このぶつかりうん。おじさんっていう言葉自体は木村は聞いたことはある。あったあった。うん。うんうん。で、このニュースになってる動画も見た。見た見た見た。あれはちょうん。っとびっくりしたね。だよね、びっくりしたよね。うん。なんかAI とかでやってるんじゃないかってぐらい子供吹っ飛んでたと思う。いや、本当にそうだよね。本当に俺も最初、これ本当にぶつかったのって、こんなにね、わざとなんか強く押す人いるんだと思ってびっくりしたね。しかも子供に対うん。してさ。そう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 ん。いや、俺とね、木村は二人ともラグビーやってて、木村はアメフトもやってたからわかるけど、いや、本当にラグビーとかアメフトかって思うぐらい結構ね、強くぶつかってたよね。う。そうね。あれ意図的にやんなかあんな風には飛ばないと思う。うん、そうだよね。いや、本当にあれびっくりしたけどさ、なんでこんなことするんだと思どうだろうね。忙しかったんじゃない？急いでたんじゃない？う。あ、急いでて、何じゃあ、あまり気づかなくてぶつかっちゃったってこと？もう急いでる中に、うん。こう自分のことを邪魔してくるやつは全部どかそうっていう考えの人なんじゃない？相当急いでたんだね、じゃあね。相当急いでたんじゃない？あうん。とは、なんか観光客にうん。対してちょっと厳しい人がいたりとかするうん。けど、そのうん。一人やったんじゃないのみたいな。なんかそういう渋谷のさ、交差点でうん。さ、もう、ただでさえ、すっごい混んでる中さ、のうのうと写真を撮ってる、とか見たら、ちょっと、うん。人によってはね、うん。急いでる人でさ、うん。もただ通りたいだけなのに、みたいな。うん。こういう韓国の人がいて、邪魔だ、みたいなことがあって思ってる人もいるんじゃないの？まあね、それで勝手にね、こうイライラしてる人ってのはいるかもしれないね。うん。で、プラス、自分は多分その人は仕事してるわけじゃん。で、観光客の人はこう楽しそうにしてるわけじゃん。で、このギャップに腹立った可能性もあるよね。いろんな可能性が重なって、その人がこう、結果的に、ちっちゃい子供を吹き飛ばしてしまうっていうことになってしまったのか、うん。純粋に悪いやつなのかわからん。うん。わからんけど、うん。そうね。で、このね、ぶつかった女の人以外にもさ、男の人で結構ぶつかったりしてくる人もいると思うんだけど、そういう人たちはさ、なんでそんなことするんだと思社会に不満があるんじゃないの？う？ああ、だから社会に。どっかでそれを発散したいんだ、そのストレスを。例えば、スマホを見ながら、
うん。前を見ずに歩いてる人たちとかうん。に対して厳しくするおじさんたちもいると思うのね。そう確かにいう、ね。うんうんうん。その意味でのぶつかってくるおじさん。ああ、じゃあもしかしたら、そのおじさんにとっては世直しのつもりでやってる可能性もあるよね。そう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 、そういうこと。うん。正義感というか。うん、なんかうん。曲がった正義感だけど、でも、スマホを見て、前を見ないで歩いてたら、ぶつかることもあるよっていうのを、こう、ぶつかって教えてるのかもしれないね。使ってそう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 。いや、そんなことする必要あるかって思うけど、確かにそういうつもりでやってる可能性はあるよね。うん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 。で、大体、なんか俺の印象なんだけど、今回のこのニュースもそうだし、ぶつかりおじさんとかぶつかる人って、なんか自分より小さい人とかさ、子供とか、高校生とか、そういう人に対してぶつかりに行ってるような印象があるんだけど、それはどう思うん。それはなんかターゲット選んでる感じはするね。うん。う？そうだよね。絶対ね、そういう小自さい人とか。分より大きい人にぶつかりに行ったりしないよね、きっとね。うん。うん。うん。確かに。だよね。だから木村とかはさ、結構体大きいからさ、ぶつかられたことあんまないんじゃない？ぶつかられたことはないね。あんまりないかもしれないけど。うん。ね、ちょっとね、肩が触れるとか、そのぐらいはあるけど、木村がね、吹っ飛ばされるってことはね、あんまりないでしょ。前にさ、あうん。のー働いてたレストランの、うん。忙しい時にさ、もう狭いキッチンの中をこうみんな移動してる時にさ、うん。たまたま俺と、ぶつかった、うん。まあ、20代の日本人の男の子いたんだけど、うん。そしたらその子、吹っ飛んじゃって、もう交通事故みたいなね。そう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 。あのいや、申し訳ないなと思ったけど、なんか自本当に分、思ってる？いや、木村はぶつかり落ちたんじゃん。びっくりしそうなっちゃうね。うん、絶対俺は今はそうやってね、みんな聞いてる人もいるから、いい人の風に言ってるけど、本当はわざとぶつかったんじゃないかなって俺は、勘ぐってるよ。まあそこはちょっとね、はっきまありとは否定しない。俺のみが、うん、俺のみが知っている真相というか、で、まあ、木村はね、あんまり体大きくて、そうやってぶつかられたりしたことないかもしれないけど、やっぱりこれ聞いてる人でさ、これからぶつかりおじさんとか、ぶつかりおばさんの被害に遭うかもしれない人がいるかもしれないんだけどさ、そういう人たちのためにさ、なんか木村からさ、教えられる対策とかない？対策。うん。どうやったらぶつかりおじさんに遭遇しないで済むんだろうと思って。まあ、スマホ歩きしないってとこじゃない。やっぱうんうり、んまあ渋谷もそうだし、東京内ってすごい、わかりづらいし、うん。うんで、常にこうスマホでマップ見て、うん。目的地に向かったりすることが多いと思うけど、確かに。せめてね、信号を渡るときとかは、まあ、スマホ見なくてもいいんじゃないのって思う。だから、うんうん。ちょっと一回止まって確認して、うん。で、ある程度また歩いて、うん。とか止まって確認してみたいな。うんうん。確かに確かに。結構ね、日本語でながらスマホとかね、歩きスマホって言うけど、うん。わざとじゃなくても、普通に人にぶつかっちゃう可能性もあるから、そういうのもね、防ぐためにやっぱり歩きスマホはできるだけね、しない方がいいよね。うんうんうん。そうね。うんうん。確かに確かに。やっぱ俺が言いたい対策は、木村がぶつかりおじさんに会わない理由やっぱりでかいからと思うから、ぶつかりおじさんに会わないようにするためにはやっぱりね、ジムに行った方がいいと思ああ、う。うああ、ん。なるほどね。そうそう。で、ジムで鍛えて鍛えて、ぶつかりおじさんに会った時にはもう逆にね、跳ね返すぐらいムキムキになったらいいんじゃないかなと思はい。いいんじゃないう。うん。ですか。で、やっぱりね、特に大都市、大きい都市になるとやっぱ人混みもさ、めっちゃゴミゴミするからさ、うん、やっぱりそういうところに行くときは、うん、普段歩くときよりも周りに気をつけて
歩くっていうのは絶対した方がいいね。そうだはい。ということで今日はぶつかりおじさんについて話してみました。皆さんは、ぶつかられた経験がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。